これが寒ブナですね。さばいていきます。うちはもう鯉と一緒のおろし方ですね。頭を落として骨に身がつかないようにできるだけ身の部分を多く。頭を落として油の乗り方違うって言われてますけど。やっぱり冬の方がいいですよね。なんかね。そうなんですね。冬がいい、冬がいい。今鹿児島、宮崎、熊本のうなぎがずらっと並んでるんですけど、そして今日はすっぽんですね。こうやって顔が出てきたところをで、ここから2時間煮るんですか。せいろ蒸しです。うなぎとご飯を蒸してふっくらさせて、最後に卵をのせて。喉越しとか歯ごたえがすごくよくて気に入って、もう定期的に無性に食べたくなります。はい。ありがとうございます。またよろしくお願いします。すみません、いつもありがとうございます。ぜひ皆様にも食べに来ていただきたいです。よろしくお願いします。そしたらちょっと寒ブナを取りに行きましょう。これが寒ブナですね。じゃあこれも電気ショックで締めていきます。これを今から全部洗いにしてですね、はい、じゃあ電気締めしたフナをさばいていきます。まずこれ鱗がごついので鱗をまず取って。フナの特徴とかありますか？フナの特徴、そうですね、これはマブナっていう品種になるんですけども、こうスマートなで、あんまり大きくならないです。フナは大きくてもこうもう一回りぐらいですかね。鯉とは違って鯉の半分ぐらいの大きさですねになってます。でやっぱ最近は脂が乗ってきて、もうお客様みんなに美味しかったって言われるんですけど、やっぱ夏は身がブヨブヨしてて食べれない、美味しくないですけど、この冬の水温が下がった時にだけ脂が乗って美味しくなってフナは食べることができます。鯉より美味しかったとかいう、そういうお客様も、鯉より好きやったとか、そういうお客様もいらっしゃいます。癖があんまりないですね。で、川魚なのでやっぱ栄養価が高い。うちで養殖してるものになるんですけども、鯉の池で鯉と一緒にこのフナも養殖しております。こう取って、じゃあこの鱗を取ったフナを下ろしていきます。うちはもう鯉と一緒の下ろし方ですね。頭を落として
で、次にお腹を取って、お腹を取って、ここから3枚に。やっぱフナは小さいので、ちょっとおろすときですね、気を使いながら、骨に身がつかないように、できるだけ身の部分を多く食べていただくためにですね、ちょっと気を使いながら。そうです、こんな感じですね。綺麗ですね。やっぱ白身なので綺麗で。これも一緒で。3番。こうして小さいので慎重に慎重に。よし。あれいいかな。そうそう。ここ皮をね、シャキシャキ感が出ると皮付きで。普通の洗いと違ってね、皮付きですから。こんな感じですね。よし。頭を落として、そこからお腹を出していきます。これは白子なのでお酢ですね。今ちょっとあんまり白子も卵も入ってないですね。で、これがうちが薬品会社さんに卸してる胆のう。鯉は胆のうもいいので目にもいいし、腰とか関節痛とかにもいいと言われてるので、何か薬にしてるみたいです。そしてでお腹を取って、
して。冬の方が卵とか白子がついてるんですかね。そうなんですよ。だけど今鯉によって白子がついてるのと卵がついてるいろいろあるんですよね。ああ、そうなんですね。だけど今ちょっと卵がないんですけどね。ない時期なんですか。あ、そうなんですか。だからもう卵がある時はもういっぱい卵入れるんで。はいはい。今日は入ってない。えもう放送多くて。だからなんか鯉の育て方によって違ー、うんです。そうなんですか。餌のやり方。はいはい。完璧です。このうなぎどこ産とか。これ鹿児島です。はい。でも鹿児島、宮崎がメインですかね。見学いいあ、いいよ。うなぎ屋さんのあ、いいよいいよ。どうぞこんにちは。久留米の楽しまるのこうやって見学に来られること多いですか。いえいえ、そんなないですね。今日たまたま、はい。うなぎのプロの方なので、はい、緊張しますね。で、なんかこれがちょっと新しいんですけど、買った時に、はいやったら強い剣って言って、これした方がいいって言われてですね。そう、距離をちょっと離して、で、ここにこう、一日何本ぐらいされるんですか？一日ですか？はい。企業秘密です。これは飲食店さんにおろす用のうなぎですね。今日配達分で持っていきます。これがうちの創業当初から続く秘伝のタレで、門外不出のですね、ずっと継ぎ足しで、水は一切なく、やっぱずっと足していくことによって、今までのうなぎの脂であったりとか、そういった先代とかの思いとかですね、そういったのからコクが生まれて、美味しいタレがずっと今まで続いてるので、自分の代も続けてですね、いけたらなと思っております。ぜひ皆様にも食べに来ていただきたいです。よろしくお願いします。そしたらすっぽんをさばきたいと思います。ここにですね、今鹿児島、宮崎、熊本のうなぎがずらっと並んでるんですけど、こうやってですね、全部うなぎが並んでてます。で、うちのお店もそうなんですけども、やっぱりいろんなうなぎ屋さんとかにも卸しておりますので、そういったのですごい量が並んでます。夏になったらもう全部ですね、ここが埋まっていくっていう、はい、形になります。そして今日はすっぽんですね。そしたらこれをさばいていきます。ちなみにこれ長崎県産になります。はい、全部うちは養殖物ですね。やっぱ天然物で 1.5 キロ、2キロ、3キロとかいるんですけども、もううちは養殖でだいたい900グラムから1キロ料理してさばいてます。魚は天然物が脂が乗って美味しいっていう方もいらっしゃいますけども、やっぱ養殖はですね、安心でちゃんとした環境できれいな水と専用の餌をしっかり食べてるので、ばらつきがなく、しかも今は寒いので脂が乗ってめちゃくちゃ美味しい
ですので、やっぱ自分は養殖物が好きですね。はい。鯉は寄生虫がとか心配される方いらっしゃいますけども、養殖でちゃんとしたきれいな水と餌を使ってるので、そういった臭みや寄生虫の心配は本当になくて、しかも体にもいい、栄養価が高いので体にもいいってなったら、もう川魚は本当に最高の食べ物です。はい、寒ければ寒いほど脂が乗って美味しいです。ここがゼラチン、コラーゲンの部分ですね。プニプニしてて気持ちいいです。で、ここが甲羅。そしたらまずうちではですね、ここで杭を打つ場所があるんですけども、ですっぽんはですね、ここに全体に膜が覆われてますので、うちではこれを熱湯をかけてこの膜を取っていきます。でもやっぱすぐは溶けないので、一時ずっとこの状態である程度皮が緩まってきてから取っていきます。なのでその間にもう2匹もさばいていきます。よかったらカメラマンさんも今から血を飲みましょう。でも意外となんか皆様すっぽんの血って聞いて飲めんやろっていうイメージ持たれるんですけど、やっぱその割った飲み物の味しか正直しないです。オレンジジュースやったらオレンジジュースを、焼酎やったらもう焼酎の味。はい、どうぞ。クイッと飲みやすいですよね。オレンジジュースみたいな。こうやってですね、膜が張ってるんですけど、これ熱湯で今も取れるので、この膜を取っていきます。でもやっぱすっぽんはこの爪がごっついですね。これで砂浜とか砂をかくので結構尖ってて痛いですね。やっぱり料亭屋さんだったらここからこう口から食道を取ってでいろいろされるんですけど、うちはもうここは鍋にするので、もうこの筋肉の部分だけ、首のところだけ取って、あと顔は捨てます。そしてここから甲羅をまず剥がしていきます。この甲羅の部分だけ。ちなみにこれはメスですね。この尻尾が短かったらメス、長かったらオス、はいになってます。これはメスです。この甲羅の部分をまず取って、ここからですね、切り離していきます。これが甲羅です。硬い。でここからなんですけど、まず最初にしょんべん、おしっこ袋をですね、これがまた臭いんですよ。なのでこれを破らないようにここを取っていく。これがしょんべん袋ですね。これ臭いので絶対破っちゃダメです。やっぱメスなので今卵がですねすごいです。これは卵は鍋に入れていきますので、これが肝になりますね。で肝とうちは腸をもう取っていきます。これが心臓ですね。でも心臓ももう取って腸の部分だけ外して、でこの黄色のが油ですね、脂肪。これがやっぱ冬はすごいです。これがもう本当にコクを出す美味しい秘訣の、すっぽん鍋の美味しい秘訣ですね。であとはもうここはもう腸の部分で捨てていきます。もうこれは尻尾が長いのでオスですね。個体差にもよるし、お客様の捉え方にもよるんですけど、やっぱオスは筋肉質で歯ごたえがある。でメスは脂が乗ってコクが生まれる。そ
そしてここに正面袋がある。これを取って、でこれが肝です。自分はまずこちらをこう真っ二つにして、爪先はもう捨てて、足と爪先捨てて足、そしてここから1、2、3、5、この要領を当たり前にしていきます。足捨て、こうして、すっぽんって本当にやっぱりすごいのは、もう醤油と塩だけでこの油とこのコクが出て、めちゃくちゃ上品な味わいになるんですよ。だから本当にめちゃくちゃ美味しいし、すごいなってすっぽんは思います。なかなか飛んでますね。甲羅も硬いので結構力がいるんですよね。このまますっぽんを煮て2時間。 2時間煮るんですか。味付けは最後はどういう。最後お醤油とお塩、最後に生姜。結構シンプルなそうなんです。味付けなんです。もうスッポンの味だけで。味だけで結構味見何回もするじゃない。はい。結構伸びたんだけど、次の日全然違います。ご飯。そうなんですよ。いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ。おい。あ、これいいよ。
ちのうなぎ料理一番人気のせいろ蒸しです。うなぎとご飯を蒸してふっくらさせて、最後に卵をのせて、今せいろ蒸しの松です。よっしゃー、ごめんポンちゃん。はい、これ。ありがとうございます。お疲れ様で。はい。喉越しとか歯ごたえがすごくよくて気に入って、もう定期的に無性に食べたくなります。はい。先週も来てるんで。来てますね。串を打ってヤマメの塩焼きでお客様に提供します。今日はどうでしたか？美味しい美味しい。夏と冬ってなんか鯉の油の乗り方違うって言われてますけど。やっぱり冬の方がいいですよね。なんかね。そうなんですね。冬がいい冬がいい。ありがとうございます。ああ、2つだけ。三つ先。うん、2つ先。2つ先。2つ先。恋国一肝水1で、タオちゃん。うん。うん。お客さん多い。これご飯そうだめ飯をだきと冷凍お願いします。はい、こっちで秒ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。すみません、いつもありがとうございます。もともとはい。フナってはい福岡で食べる文化がないと思うんですけど、はい。なんでここで取り扱っているのかっていうのを教えてもらっていいですか？その昔ですね、ため池で鯉を養殖してる時にフナが混じっていて食べてみようってなったらしくて、で夏フナを食べたらもう身がブヨブヨして美味しくないと、で冬食べたら締まって美味しいっていう風になって、でまあフナ寿司だったりいろいろフナの味噌汁だったりいろいろあるんですけども、生で食べるところがないので生で食べようっていう、そこに着目してどうやって食べようってなった時にやっぱ鱗が硬いので鱗を取って、で熱湯をかけることによってコリコリ感が増して、で歯ごたえとうまみの2つが味わえたので、この冬美味しい冬に出そうってなりました。それは40年前からされてるんですか？40年前から食べる習慣は父はあったんですけど、お店で出そうってなったのは20年ほど前ぐらいからですね。はい。寒くなるとこの池の水の水温も低くなるんですよ。で低くなればなるほど、まあ、人間も一緒で鯉もじーっと動かなくなるんですよね。じーっとすればするほど脂肪がついてくる。それが冬で脂が乗って美味しい。夏はやっぱり動き回る分その脂肪が燃焼されてやっぱり脂がつきにくい。美味しくない、脂が乗ってないわけじゃないんですけども、冬の方が脂が乗ってるっていう。はい。夏に1回取材させていただいた時と、はい。鯉の切り身の色がちょっと違うような気がしたんですけど、はい。それは夏と冬でまた違うんですか？
夏取られたのは流水式養殖って言って、山水がこうある、その山水を使って鯉を養殖しているので、言うたら筋肉質な鯉が夏。で、今うちが使ってるのがちょっとため池の鯉なので、ため池ってなったらあんまり水の流れがない分じっとしてる。そうなったらやっぱり脂も乗ってくる。その上にまた餌でちょっと油を与えることによって旨味が出て、ちょっと色は白みがかった色になってます。はい、でうちが結局腹を膨らませたら身があんまり良くないので、ちょっと身を重視しようってことで、あんまり餌をあげずにっていうのが今の使ってる鯉なんですよ。ああ、なるほど。じゃあ、今年はちょっと白子がその分少なくなる。卵も少ない。卵が少ない、そうです。でその流水式だったら今まで通りでちゃんと作ってるところがあるので、それだったらちゃんとついてますね。池によってちょっと分けてるんですよ。何個かこうあるので、2ヶ月に1回ほどですね、一池ごとにだいたい網を引いて鯉を集めて、そこからそのまま池に残す鯉か、それとも大きいので別の池に持っていくか、小さいので別の池に持っていくかっていう2ヶ月に1回そういった選別を養殖場ではしております。生まれたての子供とかやっぱり鯉食べるので、そういったのも関係してくるので、よくこまめに選別します。はい。広松さんではスッポンはどういった状態で出されてるんですか？イカシからさばきまで全部ですね。でお店ではすっぽんスープ、すっぽん鍋など出しております。すっぽん鍋は3、4人前で予約になるんですけども、定食でしたらもうご来店されて1人で食べられることから可能になってます。野菜と身でご飯を食べてもらって、それに定食でしたら鯉かうなぎかついてるんですよ。なのでその鯉かうなぎとすっぽんでご飯をいっぱい食べてもらって、残ったスープに卵もセットでついてますので、残ったスープにご飯を入れて卵を入れて雑炊で食べてもらってます。なので一人でも雑炊できるし、大鍋でも雑炊ができるしって形ですね。はい。なので鍋やったら生き地からスタートして、この先ほどの肝で酢の物前菜を作って、大鍋に野菜入れて鍋食べて、最後雑炊が、はい、3、4人前のすっぽん鍋になります。はい、この冬の脂の乗った川魚を美味しいので食べに来ていただきたいです。はい、お願いします。